世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は韓国から撤退する日本企業に関する話題をご紹介します。2018年に韓国の最高裁が元徴用工への賠償を日本企業に命じてから5年。日本と韓国の関係は悪化の一途をたどっています。徴用工とは第二次世界大戦中労働力不足だった日本に国民徴用令により強制的に動員された人たちのこと。1944年8月までは働きたい人は働くという志願制で、それ以降終戦までの1年間で日本政府に徴用された朝鮮人たちが徴用工に該当します。1959年に日本国内に在住した元徴用工は245人ですが、当時暴力を伴った動員もあったようで、元徴用工たちは雇用していた企業などに賠償を求めていました。しかし、1965年、日本と韓国の国交樹立の際、日韓基本条約の中で、日本から韓国に経済援助をする代わりに、韓国は日本に対して賠償を請求する権利を放棄します。とした日韓請求権協定を締結しています。日本は協定に従い、韓国に経済協力金として390億円の援助金と260億円の低金利融資を供与。個人の賠償については韓国政府が行うとし、日本に対する請求権を放棄させました。これにより、両国の政府間と国民の間での賠償の請求権の問題が完全かつ最終的に解決されたとして合意しています。しかし、日本からの援助金のほとんどは道路やダムなどといった近代化のために使われ、現在まで個人保証は行われていません。この件について韓国は、反人道的不法行為や植民地支配と直結した不法行為による損害賠償請求権は日韓請求権協定の適用対象ではない。国家間の賠償の話は終わっても個人間では終わっていない。と説明。つまり、個人の請求権はあると言い張っているのです。こうした韓国側の一方的な言い分のもと、2018年、韓国最高裁は日本製鉄に韓国人の元徴用工4人に対し、慰謝料1000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。もし、これがまかり通って前例ができてしまったら、乱立している同様の訴訟だけではなく、多くの案件が裁判になり、賠償金の合計は2兆円を超えると予想されます。さらに、この判決に関し最高裁は、韓国国内にある日本企業の資産を差し押さえるということまで言及しました。韓国政府は没収した資産を売却し、元徴用工への慰謝料に充てることを考えていたようですが、資産を取り上げるとまで言われて、韓国に残りたい日本企業はありません。最高裁の判決を受け、日立造船や三菱重工といった大企業も含む多くの日本企業が続々と韓国から撤退を始めました。どの企業も撤退理由を組織改変のためと説明しましたが、差し押さえのごたごたに巻き込まれることを嫌ったのは明らかです。日本企業の韓国撤退と同時に、日本政府も本格的に韓国への報復措置を開始。以前からあった韓国は日本から輸入した戦略物資を北朝鮮に渡しているという疑惑が事実であると確認されたとして、半導体の製造などに使われる原材料について輸出規制を強化しました。また、韓国の輸出管理制度が不十分で安全保障上の懸念があるという理由で、安全保障上の脅威になるような先端技術などを輸出する際、手続きが簡単になるなどの優遇措置を与えているホワイト国から韓国を除外。これら日本の措置に対して韓国は猛反発し、輸入できないものは他の国から輸入するか国産化すると単価を切り、国民に対しても日本製品不買運動を行うよう求めました。ただ、当初は国民の支持を得ていた不買運動も、国民同士で日本製品を持っている人の告発や監視するムードが加速し、多くの人が不買運動疲れを訴え出す始末になり、日本企業の撤退により雇用が失われたことなどから不買運動は下火に。しかし、強気な発言をした手前やめるわけにもいかず、ムン前大統領は半導体の素材関係の国産化を宣言します。
そして2021年、サムスン電子が半導体製造に使う高純度塩化水素の国産化に成功したと大々的に報道されましたが、実際にはとても高純度とは言えない代物だったようです。そんな状況の中、2021年9月、なんと韓国の半導体大手企業からの依頼により、日本企業の住友化学が韓国に半導体製品の製造工場の建設を発表すると、自国が半導体の素材製造に乗り出したので、日本企業が慌てて進出し国産化が成功した。と、韓国は謎の勝利宣言。日本企業が韓国で作るから韓国産とは支離滅裂ですし、韓国の企業から頼まれたのになぜそんな解釈ができるのでしょうか。しかも、住友化学は韓国政府が指定した先般企業に含まれているのです。この徴用工問題から始まった一連の流れについて、韓国人はどう思っているのでしょう。ネット上に寄せられたコメントの一部をご紹介します。海外の反応。住友化学はまだ撤退していなかったのか。日本企業は来るなって言ってんのに全く分かってない。日本人ってバカな民族だよな。どうせすぐに撤退する。この調子で全て撤退させればいい。そして韓国人の失業者が大勢出る。そこまで理解してて日本企業にもう来るなとか言ってんの？そうじゃないならバカな民族とはお前らのことだ。ざまあ見ろ。うちが本気になった途端、住友化学が慌てて駆けつけてきたぞ。いや、そもそもうちの国の依頼で来ることになっただけだし、これだと日本企業が日本の素材を輸入して韓国で作ってるだけだ。これは国産とは呼べないんじゃ。韓国にある日本企業の資産を差し押さえると脅迫したからな。日本企業が韓国から次々去っていくのは当然のこと。日本企業が去るのは大歓迎だ。徴用工の訴えを無視しようなんて、今回のはいい罰になった。これまで会社の利益のために尽くしてきた韓国の労働者を捨てるというのか。反日感情を散々煽っておいて、お世話になった企業がいざ撤退するとなったら文句を言うってどういうことだよ。これからどうなるんだろう。家族もいるのに。自業自得だろ。反日を煽りまくったムンとそれに乗っかった自分たちを恨めよ。このまま残っていたら100年後に強制徴用されたって言い出される可能性もあるしな。韓国人なら日本の企業が韓国から去るのを拍手して喜ぶべきではないのか？生活のためにやむを得ず働いていた従業員もこれで自由になるじゃないか。生活のためにやむを得ず働いていた職場がなくなってどこで働けっていうのさ。他にないから日本の企業で働いていたんじゃないの？自分には関係ないからって無責任なことばかり言うなよ。これは日本企業動向の問題ではない。韓国から様々な企業と投資資本が去ってしまうのは大問題だ。外資系企業だけでなく、韓国企業も外国に工場を移転していくだろう。そして韓国は失業者だらけになるよ。外国企業の資産を差し押さえて奪い取ろうとしたり、国家間で問題が起きたらすぐに国民総出で不買運動をする国にはリスクしかないよ。文がやってることは、かつて白人憎しでその財産や土地を押収しまくったジンバブエの独裁者と同じ。欧米はブチギレて完全撤退した。それがジンバブエの経済崩壊を招くことになったんだ。このまま行くと韓国経済は完全に終わるな。日本に勝ったと能天気に喜んでいる知識のない奴らは政治や経済の勉強をしてくれ。反日をしながら長官らはレクサスに乗ってたりするし、それを煽ってるマスコミのカメラもことごとく日本製だよ。それに反米主義者たちも iPhone を使ってたりするのはどういうことかな。任天堂は追い出さないのか？めちゃくちゃゲームソフトが売れてるぞ。ノージャパンはするが、日本のゲームは別物なんだってさ。企業を選んで不買運動かよ。半導体が国の支えなのに、日本に喧嘩を売って本当に大丈夫か？
我が国の国産化はまだまだ実用レベルではないよ。政治家は愛国を煽るだけで倒産した企業の面倒は見ない。一部を捉えて国産化などと言っているが、実際は全くできていないことは明白だ。日本と争うにせよ、勝ち目のないことはすべきじゃない。うちが持っている技術の何倍も高度な技術を日本は持っている。お前たちが思うよりはるかに強大なのになぜそれに気づかないんだ。日本製品不買もただ疲れただけだった。以上が韓国の人々の反応でした。相変わらず反日感情丸出しの人もいますが、日本企業を追い出した後の韓国経済を心配する声が多く見受けられましたね。資産差し押さえや不買運動の影響で日本企業の韓国撤退はその後も続き、ファッションブランドの GU やオリンパスのカメラ部門などが事業の終了を発表しました。この判決についてアメリカからも、韓国は極めて無責任な国家と批判の声が噴出。主要メディアは報道で、1965年の日韓両国政府間の合意や賠償は韓国政府が責任を持つという公式な方針に違反していると、非は韓国側にあると指摘しています。米韓の信頼関係が崩れることを何よりも恐れ、アメリカにすり寄ることに必死なムン氏は、こうしたアメリカの批判をどう受け止めたのでしょうね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。